さあ今回用事があってビクトリア湖まで来ております。すでに夕方なんですけど、ここはホテルの敷地内なんですね。そんなわけでカゴ網を沈めております。ロープがつながっていますけど、その先にカゴ網があるわけなんであります。待ってる間は特に何もすることがありませんからね。1時間ぐらいゆっくり夕暮れ時を楽しむわけなんであります。つまみに芋を頼んだんですけど、ちょっと量が多すぎますね。すでに日が暮れていますけど、練り餌の入ったカゴ網をあげてみるわけなんであります。さあどうなんでしょうか。いかにも魚がいそうな場所だなと思ったんですけど、そこに魚がいなかったらどこにいるんだよっていう、それぐらいの感じの場所だったんですけど、なんと網の中に何も入らなかったっていう予想外の結果だったわけなんであります。そんなんじゃ話にならないですよねってことで、これは翌朝なんですけど、もう本気を出さなければいけないということで、カゴ網をですね3つ全部使うわけなんであります。地元の漁師さんが刺し網ですかね、網をボートに上げてかかった魚を外している、そんなシーンを見ることができました。魚が通る場所に網を設置するわけなんですけど、そこに魚がかかる。ティラピア。いくつか取れてるみたいですね。というわけで私の網はどうなんでしょうか。そろそろ上げる時間です。結構深いところに入っていたみたいですね。さあどうでしょうか。残念、何も入っておりません。さあ気を取り直して次はどうか。これもかなり深いところに入っていたようですね。さあ出てきました。上がってきましたが、こちらも何も入っていない。なんたってビクトリア湖ですからね、ちょっと残念なわけなんですけど、そして最後の網も何も入っていない。残念ながらエビ1匹入らなかったわけなんですけど、しかしそんなことってありますかねってことで、これから動画は楽しくなってくるわけなんであります。さて次のポイントは、先ほどの現場からおよそ90キロぐらい戻ったところにあるわけなんですけど、ここに来るのはこれで3回目になりますねってことで、マトンカレーも3回目。そして寒いってことで暖炉に火を入れてもらいました。というわけで先ほど使ったネットを乾かしています。翌朝ですけど、吐く息が白いですね。前の晩に雨が降ってしまったんで大丈夫かなと思いつつ、川岸の方に降りていくわけなんですけど、前を歩いているのは警備員のおじいさん。前回より若干水の量が多い感じがしますけど、なんとなくこれが普通の状態のような気がします。さてカゴ網を入れるということは、水が止まっているところがないといけないわけなんですけど、そうでないと網が流されてしまいますからね。というわけでこの辺がいいんじゃないかなってことで、早速網を投入する準備をしているわけなんであります。まずは1つ目の網を投入します。2つ目の網を準備しています。いつも思うんですけど、本当に便利な道具なんですけど、残念ながら日本ではあまり使える場所というか地域がないんですね。都道府県の漁業調整規則によって決まっているわけなんであります。さあ次の網の投入準備ができましたってことで、どこに入れようかなと。そんなわけでここに入れましたけど、非常に作業がしやすい場所、網が流れていかないか確認しています。さあ3つ目の網ですけど、投入する網と網との間隔を5メートルぐらい空けています。餌は練り餌を使っているわけなんですけど、あまり柔らかすぎるとすぐにばらけてしまって溶けてなくなってしまいますからね。そうなると魚は入ってこないわけなんであります。ちょっと浅すぎるようなんで、やり直し、別の場所にもう一度投入します。やはり前日の雨のせいでぬかってますね。というわけで先ほどの場所から10メートルぐらい離れました。ここに3つ目の網を入れることにします。本当にとってもいい感じで入ったわけなんですけど、これでひとまずロッジに戻るわけなんであります。結構忙しいんですけど、8時には出発したいわけなんであります。
忙しいんですけど結構歩くんですよね。まあ暇だったら楽しいかもしれませんけどね。というわけで好き嫌い分かれますけど、うっそうとしたジャングルを横切ってショートカット。This is the shortcut. Shortcut. Yeah. Very, very quite shortcut, isn't it? というわけで無事宿に着きました。ダメなんだって。ここから入っちゃダメだってよ。ダメだってよ。ダメだって入っちゃう。分かった？ダメだってよ。ね。はい。食堂から先ほどの川を見下ろすとこのような感じになっています。流れが速い部分ですね。そして非常にベーシックな朝食をいただいて、この後に先ほどの網を回収しに行くわけなんであります。さあ再び川に戻るわけなんですけど、この動画今のところ面白いですかね。先ほど魚が取れないシーンがあったので離脱してしまった方もいらっしゃるかもしれませんけど、当然ですね、これから面白くなってくるはずなんであります。そんなわけでこのチャンネルももうそろそろ5周年、本当にいろいろなことをやってきたわけなんですけど、今後はさらにエスカレートしていきますからね、体を張ってですね頑張ってまいりたいわけなんですけど、今回はどうなるんでしょうかね。というわけでまたジャングルを抜けていくわけなんであります。そんなこと言ってますけど、普通に歩きやすそうですね。 Which month is the dry season? April. そんなわけでしょっちゅう雨が降っているので寒気がいつなのかわからないなんていう、そんな話をしていたわけなんですけど、本当に想定外のことが起きる世の中になってきましたね。先ほどのビクトリア湖で何も取れなかったっていうのもかなりの想定外だったわけなんですけど、 Show must go on ってことで先ほど網を仕掛けたポイントに近づいてるわけなんであります。なんかバーベキューをしたら楽しそうなところですけど、そんなことをしたら人が集まってきちゃうわけなんであります。さあというわけで網を仕掛けたポイントに到着しました。1, 2, 3 there. さあまず一つ目の網から上げていきましょう。とにかくここはアフリカですからね、何が入ってくるかわからない、そこが面白いところなんですけど、さあどうでしょうか。ハズレとか入ってたりして。 See something here? Yes, something here. Crab. Crab, freshwater crab. Yeah. Wow. Let's prepare the bucket. というわけでいろいろ入ったみたいでバタバタしてますね。 Later, put more water. Hurry up, hurry up. See what's inside. Slightly different. ヒゲの長いコイ科の魚が入ったわけなんであります。 Where's the crab? Yeah, here. カニが取れたってことで今回初めて見たわけなんであります。 Throw them away later. Here. The next one here. さあ次参りましょう。 Let's do this. Whoa! Lots of them. Lots of them. 先ほどよりたくさん入ったようなんであります。 Oh, it's a big one, eh? Big one here. Same one. Same? I don't know. This is also big one, eh? Same. But these fish are different from last time. Yeah, a little bit. Same. Yeah. Okay, next one ね。というわけで2回目は魚のサイズがアップした、そんな感じですけど、警備員のおじいさんが完全にアシスタントになっちゃってるわけなんであります。過去動画にも登場していますけど、今回さらに関与が深くなったってことでバケツを運んでくれている、そんな状況なんであります。さあ最後の網を上げますってことでおじいさんが上げます。Oh, many! Many! My God! Another crab here. Wow! カニはいるし、ナマズ入ったね。普通ナマ。これはいつものナマズだな。これはアフリカンキャットフィッシュ。あとは全部同じ魚だね。ね、みんな同じ。みんな同じ。
if there is a small one like this, catfish, there must be big one, eh? Yeah, nothing. Okay. I'm releasing this one. Noticing. Maybe, yeah. というわけで最後の網は大小いろんなサイズの魚が30匹ぐらい取れましたね。I get that one. You eat? Yeah. Yeah. Of course, the big one for you. So you get big fish from here, please. Like this one? Yeah, you can. This one? Which one? Yeah, you can take it all. Yeah, if you eat, get big one. The big one. Yeah. Is like this. It's not enough. Good enough? というわけでこの魚を近所の子供たちに食べさせるということなんであります。 This is too big. So we release it. Yeah. Freshwater crab. I got two. Okay. というわけで7時半になりましたのでこの場を離れて出発するわけなんであります。今回はカニを2匹とコイ科の魚を数匹持ち帰って観察するわけなんであります。前回の魚と違う種類だと思ったんですけどよく見てみたいと思います。さあ今回捕まえた魚なんですけどエンテロミウスの仲間と考えてほぼ間違いがないとそんなところなんですけどヒゲのある小型のコイ科の魚ということでなんとかバルブと呼ばれている魚なんであります。このバルブというのはいわゆる魚のヒゲを意味する言葉なんですけどこの魚にもかなり長いヒゲが2対ありますね。まあ本当に日本のタモロコに似てるわけなんですけどこの魚の方がタモロコよりヒゲが長いですね。そしてこの魚は前回同じ場所で捕まえた似たような魚とは違う種類だと思ったんですけど時間が経つにつれて色が変わってきてですねまだらっぽい線が出てきたってことで結局のところ前回と同じ種類 Enteromius neumayri まあそんな魚ということだったわけなんであります。というわけであまり変わり映えのしない映像なんですけど同じ種類のエンテロミウスがまた増えてしまうわけなんであります。ちょっと過密すぎる状態になってしまったわけなんですけど以前触れましたが現在この水槽にいる魚のほとんどは当地の国立博物館の敷地内にある池にリリースする予定なんであります。ゲリラ放流じゃないですからねちゃんと段取りが組まれているわけなんですけどいずれこの池のプロジェクトについてはある程度の段階に行ったところで動画にしたいと思ってるわけなんであります。というわけで新入りの魚を入れた時には餌を与えて既存の魚の注意をそらし新しく入った魚への意地悪を防止するそんな方法が有効だと思ってるわけなんであります。さてちょっと変な色の照明ですけど今回捕まえてきたカニを観察するということで捕まえています。というわけで1匹ずつクリアケースに入れて観察しましょう。窓際にカニを持ってきました。淡水のカニっていうのはどこに行っても同じような感じですけどインドネシアのドブにいたカニとよく似てますね。まあそんなこともありましたけどインドネシア編は面白かったですよね。ドブでデルモゲニーとかパンチャックスなんて捕まえてましたからね熱帯魚ファンの方にとっては相当面白かったんじゃないかなと思うわけなんですけど今はこのカニに集中したいわけなんであります。このカニの分類については割と日本のサワガニに近いようなんですけどまさにそんな感じですね。アフリカ固有のサワガニの仲間ということなんですけどかなりの種類がいるみたいです。というわけでこちらはオスですね。いわゆるカニのふんどしと呼ばれるところが細いわけなんであります。右側のハサミが大きいですね。というわけでもう一匹のカニを観察しましょう。こちらも同じ種類のカニのようですけどハサミの大きさは左右同じぐらいですね。まあとってもカニらしいカニなんですけどこれはおそらくメスのようですね。今ちらっと見えましたけどふんどしの幅が広いわけなんであります。実はこのカニを捕まえてきてから2週間ぐらい経ってるんですけど狭い水槽に2匹一緒に入れておいても喧嘩しないんですよね。まあオスとメスだからってことかもしれませんけどそのまま仲良くしていてくださいねとまあそんな風にお願いしたいわけなんですけど繁殖というか子ガニみたいですよね。さあ今後どうなるんでしょうか。専用の水槽を用意しないとですね。
というわけで今回もがっつりお付き合いいただき本当にありがとうございます。来週はおそらく新しい場所で新しい魚を捕まえる予定ですからね、すでにとっても楽しみにしてるわけなんですけど、雨が降らないといいですね。小僧も参加しますってことで次回をお楽しみに。ではまたってことで、お相手はもののけ兄さんだったわけなんであります。